すっきりした部屋を目指して100日で1000個捨てチャレンジに挑戦中です。こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。今回は10日目と11日目、衣替えついでに洋服の断捨離をしていきます。洋服を手放す基準や捨て方も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフを発信しています。暮らしを変えたい方はぜひチャンネル登録お願いします。早速クローゼットを見直していきます。私が断捨離をしている目的の一つは、明日死んでも恥ずかしくない部屋作りです。とはいえ洋服ってやっぱり難しいですよね。今のクローゼットは一見綺麗なんですけども、見えないところにいろいろ詰め込んでいて、実は物が多いんです。ということで断捨離の基本全部出しをしていきます。まずは夏服から。今年は夏が長く全体的に洋服が傷んでいるので結構手放すと思います。ついでにポールも拭いていきます。ハンガーにつく黒ずみが前から気になってたんですよね。やっぱり結構汚れてますね。掃除機もかけてはばきも拭きました。はばきは綿棒の方がより綺麗になると思います。綿棒がなかったので普通に拭きました。ではハンガーを拭きながら洋服を見直していきます。捨て活というといらないものを探しがちですが、いらないものを探すより必要なものを選ぶ方がスムーズに進みます。いらないものを探すと途中で行き詰まっちゃうんですよね。手放すもの1着目はこちらの色あせたブラックのパンツです。ブラックのパンツはよく履いているアイテムですが、毎回色あせたら手放すと決めています。これは秋も着るから戻す。これも秋も着るから戻す。ケバケバだな。毛羽立ちがすごい。この辺も手放すもの2着目は毛羽立ちが目立つニットです。やっぱりファストファッションはワンシーズンが限界だなって思いました。たくさん着ましたし、ここまで傷むと罪悪感なく手放せます。これは手放そう。3着目はオバ見え服です。薄手カーディガンはアラフォーが着ると昭和感が漂うと分かりつつも、このピンクが可愛くて手放せずにいました。ですが今年着てみて、このピンクの色味がさらにおばさんっぽく見えて、多分私の顔色に合ってないだけなんですけども、手放すことにしました。4着目はノースリーブのワンピースです。ピラティスに通ってから腕の筋肉がすごいついちゃって、こちらは先日ボツにしたサムネイルなんですけども、腕の筋肉すごくないですか？ SNS でなぜか反響があってびっくりしました。もうノースリーブはきついなと思って卒業することにしました。こちらのワンピースは黒も色違いで持っていたので、まとめて手放します。両方とも 2,3 年着て飽きていたので、タイミング的にもちょうど良かったです。6着目はジーンズです。縫い目が白くなってきていて、もう限界だなと思いつつも、次が見つからなかったので手放せずにいたのですが、スタイリストさんの片付け本にジーンズは5年で型が古くなるので5年までと書いてあって、そのぐらい履いた気がするのでついに手放すことにしました。7着目は T シャツです。ヨレヨレなのとアイスをこぼしたシミが取れなくて買い替えることにしました。ユニクロなので気軽に買い替えられるのもいいですよね。最後8着目は運動着です。丈が短くてお腹が見えるので、今着ているものですねを買ったので手放します。ワンインワンアウトです。必要な服を戻して一旦春夏ゾーンは終了です。左のは来年も着る夏服でしまいます。右が手放す服で今回は8着でした。オールシーズン35着前後で過ごしているので、8着減ると結構大きいですよね。こちらが夏服一部混じってるんですけど、秋も着れるものを戻しました。続いて袋に入れたままだった冬服を見直していきます。前回ベッド下収納をなくした時に行き場がなくて一旦袋に入れておりました。何が入ってるの？冬服というか春服も入ってるね。ニットどうしようかね。こっちも拭ける時に拭いていこう。なかなか拭く機会ないよね。よいしょ。これはベルトが入ってます。箱は基本的に全部手放すんですけど、このベルトは広がっちゃってうまく収納ができないから、これはもう箱の中に入れちゃってます。
インナーは後でまとめてやろう。ウルトラライトダウンは使う。ウルトラライトダウンはコートの下にかけて収納スペースを節約します。部屋着だけどあんまり気に入ってないな。ちょっとお悩みの方に。これは推しのエンティームのツアー T シャツです。こういうのが今後増えてくんだろうな。これは今回のツアーが終わったら運動着にします。こちらのボータイブラウス、着すぎてヨレヨレなのと糸もほずれてきました。同じブラウスが今季も出ていたので、こちらは手放し、また購入することにしました。同じブラウスを購入し直すのは初めてかもしれません。物を減らしてから好きな服が明確になってきました。10着目はスウェットのパンツです。裾がすぼんでいるのが苦手なのですが、昨年はこれしかなくて妥協して購入したものです。結果やっぱり好きになれず買い替えることにしました。間に合わせで買うと結局買い直すことになりますね。初めから好きなものを買っていたら支出が少なく済んだのになって思います。本当に間に合わせで買うのはやめようって思っています。手放すものはこちらです。こちらのラベンダーのニットお気に入りでしたが、首元がよれてきたというのと腕が本当にきつくてうっ血しそうでした。ネット購入だったのですが、やっぱり試着って大事だなと改めて感じました。こちらの紫のカーディガンも首元がよれてだらしなく見えるので手放します。首周りがよれたら手放すと決めています。最後冬服。これもずっと悩んでる。保留だ。タンクの中に入れて明日考えよう。とりあえず今日はできるところから。はい、いるものは戻しまして保留2着。あと下も保留か。明日考えます。ということで、この日は12着手放し、通算116個になりました。洋服の捨て方ですが、今回はどれも傷んでいるので、そのまま処分します。リサイクルボックスに持っていきたい気持ちはあるんですが、お店が遠いのと、行くと何か買っちゃいそうなので、潔く処分します。傷んでない服でしたら、メルカリやブランディアに出すこともあります。以前はそれもめんどくさくて、古着でワクチンというサービスをよく利用していました。3000円ぐらいかかりますが、ブランド問わず大量に回収してもらえるのと、売上の一部がワクチン購入に充てられるので、こちらの気持ちもなんとなく晴れます。宅配サービスも面倒だよって方は、ブランド問わずリサイクルできる Zara、H&M、ザ・ノースペース、青山、オンワードなどを利用するといいと思います。ザラ以外はクーポンやポイントがもらえるので、買い替えの予定がある人にはおすすめです。概要欄に URL 貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、今日は一旦終了です。こんな感じ。この上とバッグとかこの辺は明日やります。時間がある時にがっつりやるよりは、時間がない時に急いでやった方が効率的に進められていいかもって思う。それではまた明日。では、昨日できなかった部分を見直します。まずはクローゼット上の袋です。何入ってんだろう。開けてみたらいろいろ入っていました。バッグの袋は取っておくことにしました。特に使用予定はないんですけども、悪い癖ですね。これなぁ、可愛いんだけどな、最近使ってないな。テーブルクロスに使うか。キッチン持ってこ。これは手放そうかな。クッションカバー、今のがお気に入りなんだよな。可愛いけどな。どうしよう。北欧の季節に応じてインテリアを変える暮らしに憧れて、ファブリックいろいろ持ってるんですけども、まあ買えないですよね。一旦全部取っておくことにしました。ということで手放しゼロだ。昨日保留にした服をどうするか決めていきます。でもこれは微妙だな。でも部屋着にあったらいいんだよな。取っとこう。何かいいのが見つかったら買い替え。準備行く時とかに使ってたんですよね。
やっぱり黄色可愛いな。秋に着れないのかな。でも可愛いんだけど、どうしよう。可愛いわ。やっぱり着よう。ワンピース着るか。ちょっとめんどくさいけど。クラシックコンサート用のワンピース。なんか大きいな。髪型や小物を変えても似合わず、これは手放すことにしました。あんまり着てないから本当にもったいない。続いてスーツ。なんかインナーがニットだから変なのかな。似合ってないことを認めたくない私ですバッグと靴まで合わせてフル装備したけど、やっぱり似合ってなかった。ちょっとこのスーツ似合ってないわ。次にツイードのジャケットです。ツイード柄もジャケットも大好きなアイテムなんですけど、この白色は春しか着られないんですよね。あと春の夜に着るには寒くて、着るタイミングがなかなかないんですよね。似合ってないような。手放そうかな。もう一度悩むものを並べてみました。でこれは着る。こっちは手放そう。ついに。トレンチのこれしか持ってないからな。トレンチコート、少し色が落ちてきてるのが気になってるんですけど、いつも手放せずにおります。これしかないからな。で、このスーツはめっちゃ手放したいけど、突然スーツが必要になった時にないと困るから、新しいのを探しつつ一応取っておきます。ということで、今回手放すものは7個です。ハンガーもいらなくなりました。そしてこのピアス手放します。ずっとダイヤのピアスが欲しかったんですけども、お値段が高いので妥協して買ったフェイクのものです。でも昨年、念願のティファニーのバイザヤードを買えたので、もう満足です。本当に欲しいものがあるのに、代用品を購入すると結局満足できず、買っては捨てるを繰り返して高くつきますね。代用品を購入せず、本当に欲しいものだけを購入することが一番安く済むと学習しました。これからは本当に欲しいものだけを買うようにします。最後に父から押し付けられたリュックも手放します。これはね、許可取りました。実家からかなりいろんなものを押し付けられていて困ってます。自分で処分してほしいです。ということで、今回は8個手放して通算134個になりました。こちらがクローゼットのビフォーアフターです。今回は100日で1000個捨てチャレンジの10日目から11日目、合計17個、通算134個を手放しました。服の断捨離って本当に難しいですよね。今期は傷んでる服、似合わない服を中心に手放しました。スタイリストの秋あさみさんの著書の日常生活は自由に選べるものが少ない中、自分が着る服は自分で自由に選んでいいんじゃないかの一文が印象的で、自由に選べる服なのに似合わない服をわざわざ着ていることが意味わかんないなぁと感じて、とにかく似合わない服は手放すことにしています。スーツ保留にしちゃいましたが。はい、以上が衣替え、洋服の断捨離動画でした。年末に向けて断捨離している方多いですかね。断捨離してもなんだかすっきりしない方、やりたいことがあるけど時間が足りない方、そろそろ就活も気になるよって方、私と一緒に断捨離しませんか？片付けは孤独なので一緒に頑張る方がいると私も励みになります。2、3年前に1000個捨てチャレンジをしていて、その後の暮らしの変化を動画にしています。今回のチャレンジのゴールイメージになると思うので、そちらもぜひ合わせてみていただけたら嬉しいです。概要欄に貼っときます。次回は秋服動画です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。